こんにちは、春日部つむぎです。今日は今月の BO さんを10勝4敗でスタートダッシュ中のデッキです。このイカれた4色デッキがどう回るのか交互期待です。お相手に攻めで天使デッキと判明。こちらは黒幕を投げていきます。とここにはのど首狙い。天使デッキは2マナ対は除去多めになりますよね。お相手ジアーダをキャストらしくなってきました。こちらはまずはもし3枚切削してお相手1枚半です。こちらは1枚ドローです。で、よく見たら黒マナ足りないじゃん。除去もないしでかいところは勘弁してください。ギリギリ許されました。こちらは今度こそ黒マナが残ることを確認して本連の発表からの切り崩しでジアーダを除去します。エンドにトークンが2回出てさらに片方裏返ります。これでアモシンは裏返るのはほぼ確定しそうです。お相手監視者アタックからギラプールの守護者 ETB で監視者をブリンクします。こちらはまずアモシンにアタック。お相手フォウローを警戒してか守護者でもブロックせずアモシンの裏面のラゾテクの回収者は墓地のクリーチャーのコピーとして戦場に出ます。選ぶのはもちろんお相手の墓地の聖域の番人ですね。さらに引いてきた5バカーンでお相手のハンドにあるヤバいやつを2マナ風助かった。お相手ここで追加のギラプール監視者ブリンクに合わせてこちらも黒幕をキャストします。そしてここではアタックできずエンドに監視者が戻ってきて1ドロー、そして公平に足も1ドローをもらいます。こちらはまず5バカーンへの進行。ここは放浪王かなと思ったけど土地が見えてるので固定がほぼ無意味でした。間違いなく万人が正解です。どうしても勝ちが見えてくると雑になるねんな。バトルが増えてくるとアタックの仕方もかなり複雑で悩ましい。ここはこうアタックします。お相手はどうブロックしてくるか。お相手こちらの盤面をなるべく削ってスタンドプラスにかける動きかな。そして5バカーンが2枚裏返ります。エンドの誘発で全体がプラス3ずつパンチされて盤面一気に28点クロック。何もなければ勝ちですよという構え。そしてお相手聖域の番人をキャスト。見た目ギリギリ生きてますがちゃんと計算して偉いぞアーシ。のど首でトークンを取ってこれでぴったりサルです。ここで1本目選手。このデッキのサイドプランなんですが未だにどうしたらいいか分かっていません。というのも汎用的に強いカードやバトルとズルタイみたいなシナジー形成してる組み合わせが多くてそれらをごっそり取り除くとデッキが回らなくなるカードが結構あるんですよね。なので入れたいカードは思いつくけど抜きたいカードが思いつかないという感じ。今回入れたいのは追加の除去になる直霊3枚と太陽効果2枚。抜くのは飛行ブロッカーが多めということでバトルシナジー周りは弱めにしてあとは増えた除去のお返しに切り崩しでも減らしておきますか。最悪ラスまで届けばいいのでね。2本目対戦よろしくお願いします。先手なら強くて後手なら弱いハンドだけどさすがにマリガンはしません。お相手今回のジアーダからキャスト強い立ち上がり。こちらは黒幕を除去として使いますか。レート的にインスタント除去持ってそう。ここでのど首狙い。まあこれでこのターン終わりならまだ生きてますね。こちらはサイドインした除去を引きます。そしてここはエイガン城を構えてエンド。お相手ジアーダのアタックにはエイガン城。そしてお相手鼓舞する監視者。これがいると直霊が強く使えませんね。そしてこちらは5バカーンへの進行をキャスト。ハンド見せてこれは重い。サリアで自分の動きを良くするかジアーダで相手の動きを止めるかの2択。ここは自分の動きを良くするサリアでお相手監視者アタックには直霊 PW きついですがどうせ天使で盤面埋まっても負けなのでここはテンポ重視。こちらは本命の発表をキャストしますがやや悠長か太陽効果を探しに行くラフィーンの方が良かったかも。そしてお相手からは絶望のシガルダキャスト。
盤面にマスト除去が2体。こちらはまずアモシンで1ドロー、さらに密通者キャストで防御1回。しかし都合よく除去は引けず、お相手ここはサリアをキャスト。こちらの嫌がることを進んでやってきます。そしてシガルダは放浪法警戒でアタックせず徹底してますね。こちらはアモシンで切り崩しを引きますが完全に腐ってます。お相手ジア頼みでアタック。こちらのトップは土地、そしてコンネキャストからのフルタン。これまで立てておけばお相手シガルダとサリアでブロックできなかったのに先キャストは大失敗も大失敗。あまりのミスプレイに思わず恥ずかしい。アーシの死体は平地の下に埋めてください。再度ですが思った以上にお相手のデッキ重そうなので系列はやっぱいりそうですね。1戦目の活躍で騙されましたが冷静に考えたら混迷が一番弱い気もするので混迷戦抜きしてサイドカード入れるのが一番だったかもですね。マジックもましてや BO さんは初心者も初心者なのでどんどん反省して上手くなっていきましょうってことでね。そして5爆案で除いたお相手のハンドはかなり弱い。しかしこちらもロランが睨みをつかせていて何もキャストできない嫌な噛み合い方。今はズルタイか放浪王が欲しいところ。とりあえずこのターンは除去を構えてエンド。サリアのアタックに合わせて直礼しますが2点くらいは受けといた方が良かったかもですね。こちらはサイドインした対応効果をドロー。お互いにサイドで対策カードを増やした結果お互い自分の動きができないやつ。本命出してロランに1回割らせるかとも悩んだのですがロランが盤面に居座るのはそれはそれで嫌なんですよね。と思ったらこちらは最高の1枚をドロー。ようやく試合が動きます。5爆案は出しても返して割られるだけなので今は殴ってもしょうがないですね。ズルタイは土地3枚ですがあとはズルタイ出し入れするだけなので土地も悪くないです。お相手ここで怒りの大天使をキャスト。ライフレースが壊れます。そしてこちらは変わらずズルタイ4点与えて放浪王をハンドへ。お相手ここは殴らずにエンド。マッチャンプすればズルタイは帰れませんからね。でも2枚目を引けたのでチャンプならこちらがだいぶ有利なのでいっちゃいますか。お相手ここはブロックからの放浪を追う。それは効いてない。プラスでうまいこと一方を取られてしまいました。お相手大天使でアタック。お相手盤面2体しかいないので嫌ですがここは対応効果するしかありませんね。あとは変身を構えます。お相手はトークンを出してエンド。こちらは培養機を変身させます。ここズルタイキャストしようと思ってたのにうっかり戦闘に移っちゃいました。正直相性的にはかなり有利なマッチアップだと思うんですがお相手の除去を嫌って動きがかなりぬるくなってますね。そしてこちらは密通者キャストで奥義で土地を捨てます。お相手エンドにのど首。もうちょっと早いうちからこういうトレードをしていくべきでした。お相手ここも動かずアブザン除去コンの要素。こちらはエンドに放浪王キャスト。こちらのトップは最高の1枚。ようやく試合動きますね。まずアタック。トークンにのど首使わせたのは偉い。そしてこちらは万人をキャスト。国別のマナは届いてますが実質キャントリップなのでこちらの方が有利。次のターンは実中ハック国別でしょうけど一掃した後のリソース状況はこちらの方がだいぶ有利なはず。そしてお相手ここは想定通りの特別。お相手フォローをマイナスで使い切ります。こちらはエンドにフェアリーの黒幕。まずズルタイキャスト。アタックは5爆案と顔で
ズルタイと5バカーンがそれぞれ誘発。直レイもハンドへ。これは大体いけそうですね。お相手有効殺なさそうなのでズルタイは一生出し入れしていきます。お相手ロランキャスト。そういえば光り盾もエンチャントでした。まあ使わせたと思いましょう。そしてお相手スタックの毒火はウェイトから難化予想してた。しかしこういった除去コンみたいなデッキがあれがないとじわじわリソース尽きていくようになったのはいいことです。そしてミッドレンジでフルタイみたいな無理なくリソースを得られるカードの重要さが上がっていくのは本当に良いこと。ここでようやく攻めに転じて7点アタック。お相手残り11点。除去をハンドへ。そしてズルタイもハンドへ。さらにエンドに本命で1ドロー。お相手エンドにフォーローをキャスト。そしてそこには直レイ。お相手シガルダトップ強いですが今回は対処可能です。さらにデッキトップからジアーダ。そしてロランで1ドロー。まずの毒火からのアモンゲットへの進行。相手の最後の1枚をハンデスするときが一番楽しい。これは100点の仕事。放浪王はマイナス1からの追加の婚礼。このターンはのど首構えて5です。お相手サリアキャスト。ここはスタックでジアーダ除去します。お相手さらにスタックでロラン起動。そしてトップはリーサ。これはリーサとシガルダ合わせて最強でデッキですね。こちらはここでフォーローをマイナスすると臭いのでプラスでリーサのアタックを釣ります。さらに3枚目の婚礼。これでリーサさえ落ちればこちらの勝ちって感じ。お相手トップは土地からのロラン。あらあら。それでは心置きなくリーサは除去します。これはほぼ勝ちかな。最後のズルタイキャスト。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。動画時間が気まずいけど2マッチ目いきます。対戦よろしくお願いします。こちらはまず挨拶の5バカーン。一番速い動きのジェイスを加勢します。こちらは空いていた3ターン目の動きにラフィーンが駆けつけてきました。奥義でマナフラの危機から救ってくれます。お相手3ターン目は動けず、ここでジェイス止めたのはでかかった。まず5バカーンにアタックから。ここは放浪を構え、打ち消されても返しのズルタイが通りやすくなる。そして予定通り放浪をキャスト。残念ながらここは打ち消されます。そしてズルタイキャスト。さすがに書き消し2枚はないでしょう。無事通りました。そして5バカーンアタック。ここはアタックが通って5バカーンが裏返ります。ズルタイで強いところがめくれたのも偉い。お相手のハンドに除去2枚あるのでズルタイは1回ハンドに戻します。そしてお相手の毒火ラフィーへ。さら地に光りたての悲しみ。お相手メイン記憶の反乱。ついに土地詰まりましたね。5マナ目プレイしてエンド。こちらは6マナ目アンタップインつけたら偉かったですが引けず。それはそれとしてズルタイでアタック。ここはアモシンをもらいます。確実にリソース差をつけられるのは偉い。悩みますがズルタイは戦場に残しておきますか。フォーロー王にしてもラスにしても返しの番人が通りやすくなっていいですね。お相手太陽効果。そんな気はしてましたが1枚に使わせたのは偉い。ここは3マナ3マナと動いてもいいですが、せっかくフルタッチなので番人を出しましょう。対処を迫りつつもハンド補充。お相手このターンはドロー後、放浪を浮か前ですかね。こちらはアモシンをキャスト。
お相手7マナ届かなければリソース面で戦えそう。そしてさらにもう1枚。ここには書き消し、綺麗に2アクション取られそうですね。悩むけどここは光盾と放浪オウでトレードしますか。お相手ここで邪悪を打ち砕く。このタイミングなのは逆に悪くない。起動して破壊不能をつけます。そして放浪オウで除去されるのが確定したので万人の盾カウンターは取り切っちゃいます。ズルタイドローは悪くない。そしてアモシンが裏返り回収者が戦場へ。墓地が弱いパターンですがこのラフィンを戦場に出します。お相手メイン放浪オウ。だいぶリソースきつくなってきましたね。マイナスで追放されますが2ドロー済みなのでセーフ。そしてこちらは完璧すぎるドロー。3度目のアモシンをキャスト。お相手のラスト1枚は記憶の反乱。これで次のターンは実質パスですね。そしてアタックはこう。ズルタイはさすがに回収しなくていいですね。回収者は黒幕コピーですかね。これでお相手時ターンジェスか反乱で終わりで、ズルタイ回収すれば速攻4点通るので大体勝ち。お相手ジェスキャストからのマイナス5。負ける前にこっちのデッキに来たかなと思ったけど、こちらのデッキ残り15枚じゃん。負け筋出てきた。とはいえやることは変わらずフルパンから。ズルタイで放浪オウゲット。これで放浪オウとズルタイの2段構えでラスからの負けはほぼなさそう。あとはお相手がジェスをトップするかどうかの勝負。メイン記憶の反乱。これは勝ちましたね。ここで投了。1本目選手です。タイコントロールのサイドは簡単ですね。打ち消しと脅迫を全投入。外すのは打ち消しに弱い万人と使わない除去となんとなく婚礼発表。かなり有利なサイド5だし、これは似立て棚が母。赤マナ赤マナ赤マナ。ちょっと勝ち筋なさそうだったので2戦目はさっさと爆発。先手の3戦目にかけましょう。こちらは3ターン目始動だけど強いカード揃ってるのでキープ。多分お相手にマナは除去と打ち消しばっかのはず。そして2ターン目はドロー5。こちらは無事4マナ目引けてラッキー。こちらも構えて5です。2マナで止まって今キャストしないってことは多分直レイです。お相手3マナ目も構えて5。絶対取られますが黒幕を投げます。お相手ここは予想通りの直レイ。ズルタイの対処殺使わせたのはよし。そしてこちらは最高のトップ。おてて見せて。これは打ち消しですね。タワ対処の仕様があります。あとは構えて5。お相手も記憶の反乱構えて5のようです。こちらは残念ながら土地は引けず。しかしやることは変わらず放浪王を構えて5です。お相手エンドに記憶の反乱。悩むけどここは通して放浪王した方がいいかな。打ち消しは有限なので否認はどっちかというと引いてきたカードに使いたい。お相手5ターン目もドロー5。エンドに放浪王キャスト。ここは通りました。マイナスでトークンを出します。悩むけどここは構え継続かな。クリーチャーは除去られることを考えて放浪王は常に抽選2を残します。お相手放浪者キャスト。これも投資でいいです。6マナの金除去になりましたね。直レイで放浪者成敗。こちらは放浪王マイナスでトークンを出します。さらにアモシン。ズルタイは刺さってるので何枚でも欲しい。お相手さらに構えて5。こちらはまたも有効パイ。
5バカーンをキャスト。ここは雲散無償。残念ですが美味しくもある。さっきのようにフォローをプラスしようと思いましたが、ここは攻め立てるターンだと判断。お相手にラスを使わせましょう。お相手大量効果キャスト。ここに否認。なんか止まってるので残りのうち1枚は勝消しかも。そしてこちらのトップが透けたのかお相手爆発。対戦ありがとうございました。というわけで4色ミッドレンジでした。土地は編集してて赤黒、ファストランドはスローの方がいいなと思ったのでちょっと変えてます。簡単に言うとこの2枚のバトルとそれを裏返す手段を軸にしたミッドレンジです。まず今強いバトルって何があるんだろうって話ですが、強さで言えばこの2枚は鉄板ですよね。5バカーンは表面が遅いデッキに対して非常に有利で、ランプデッキに対して群れの渡りキープをとどめられるのがすごい。裏面は現状追放除去ばっかだからいまいち噛み合いが悪いですが、マッサさればそのまま勝つ1枚。アモシンの表面は雑リソース削りできるなかなかいい強さ。特にミッドレンジはあれの禁止でリソース削りが刺さります。裏面はアトラクサとか踏み倒すやつですね。今回は枠の都合上入れられませんでしたので、自分の大当たりは聖域の番人です。まあ仮に裏面がバニラでも1ハンデス1ドローの生物だし 0.3 残虐の疾生感くらいあるでしょう。ちなみにこれもランプデッキやリアニに対してはめちゃくちゃします。そして裏返す担当のズルタイです。このためだけの赤タッチです。バトル裏返すのにかかる手間と裏面のバリューでどっちが得するかって問題があると思うんですが、問答無用で1枚裏返しつつリソース回収もできる最強の1枚ですね。今流行ってるコントロールやフレンズにもかなり刺さる1枚。そしてジェスカイにしない理由ですが、まずアモシン使いたかったってのもありますが、切り崩しの毒飛翔未直という最強の除去とサイドから脅迫が入れられるのはかなり大きいですね。そしてサイドはこんな感じ。大体は定番ですね。一つ言いたいのはどっちかというと押し付けるデッキなので、メインで動きたいから打ち消し構えになる動きはあんまり強くないってことですね。なので最低限、怒りの大天使は昔にこのカラーのデッキで1枚採用してる人がいたので真似して入れてみましたが、一応バトルも裏返せるのが面白いカード。一応赤単装定かな。さて、このデッキの強さですが、強いかな。実際結構買ってるんですが、だいぶめちゃくちゃやってる構築なので、これが上振れだろうな、下振れだろうなってのがちょっと予想つかないですね。ただしめっちゃ面白くて足は気に入ったのでぜひ試してみてください。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。